きだと思う。めっちゃ美味しいよ。どこで見たことあるかな。こんな感じでお札変わりました。これはアメリカで食べられる高級なところとなんかそういう時にももちろん使えるし、こんなカードが入ってました。かもなく不可もなくっていう感じで、これに出会ってから肌がすっごい綺麗になったのね。やっほー、皆さんこんにちは、くみです。今回の動画も見に来てくれてありがとうございます。今回はちょっといつもと違う感じで、私の普段よく使ってるお気に入りのものたちをみんなにシェアしたいと思います。イエーイ。はい。なんかほんと食べ物から普段使ってるカバンだったり、なんかいろんなものをね、私が毎日日常生活の中でよく使ってるもの、すごい気に入ってるものたちをみんなに紹介したいなって思ってます。なのでみんなが日本に来た時とかにお土産何買おうとか迷うことってあると思うんだけど、私がね普段日本人として私がよく使うものとかをシェアすることでみんなのお土産選びとかの参考にもなるかなと思って今回はこの企画をしてみたいと思いました。はい。なので日本に来た時にぜひ探して買ってみてもらえたら嬉しいです。はい。ということでまず今日は一番最初にちょっとコンビニに行って、やっぱり日本と言ったらコンビニじゃないですか。めっちゃ便利だし、日本のコンビニってレベル高いじゃん。だからみんな好きじゃん。で、セブンとファミマとローソンが私の家の近くにあるんですけど、この3つの中でみんなどのコンビニが好きですか？ちょっとどのコンビニに行こうかまだ迷ってるんだけど、多分私の生徒さんに聞いた感じではセブンイレブンが一番人気かなって思ったので、ちょっと今回はセブンに行って私のおすすめのお菓子とか私がよく買うものとかね、愛用してるものをみんなに紹介したいと思います。イエーイ。 OK、 じゃあちょっとみんなで一緒にセブンイレブンに行こう。花火とかも売ってる。ただいまーはい、帰ってきたよ。これゲットしてきました。今からみんなに紹介していく。今回はちょっとセブンイレブンに行って私がほんと普段よく買うもの、めっちゃ好きなものたち買ってきたのでみんなに紹介したいと思います。はい、じゃあ早速まず1つ目、じゃじゃーん。おからと枝豆の豆腐バー。はい、これはなんか豆腐で作られてるバーなんですけど、1本あたりタンパク質が 10g 入ってるんですね。結構タンパク質を気にしていることがあるので最近は。今まではおにぎり2つとかにしてたところを最近はおにぎり1つとこれみたいな感じで、ちょっとタンパク質を気にしてる時によく食べます。めっちゃ美味しいよこれ。だし多分豆腐好きな人とかは絶対好きだと思います。はい。結構豆腐で作られてるって聞いたら柔らかいのかなって思う人多いと思うんですけど、柔らかい豆腐じゃなくて結構噛み応えがある感じの固めの豆腐で作られてるので、お腹にもたまる感じ。なんかだから普通にお腹減ってる時とかに食べても腹持ちがいいというか、ただの柔らかい豆腐じゃなくてね、しっかり枝豆とかも中に入ってて食感があるので結構おすすめです。これ本当に好き。なんかこれのシリーズで他にもひじき入りのやつとかもあるんだけど、それも私好きです。みんなぜひ気になったら買ってみてほしいです。次、これタコとブロッコリーバジルサラダ300円。じゃじゃーん。これね、なんかセブンイレブンってこういうカップデリ
っていうのか、なんかこんなカップに入ったお惣菜みたいなのがいっぱいあるんですけど、何種類も。その中で私はこれがダントツで一番好きだなって思います。まあほんとそのままで、タコとブロッコリーと、枝豆とちょっとじゃがいもが入ってるかな、中に。じゃがいももちょっと入ってて、本当に美味しいの。なんかバジル風味のジェノベーゼとか好きな人絶対好きだと思います。はい。私ジェノベーゼパスタとかバジルが入ったピザとかめっちゃ好きなんだけど、そういうの好きな人はこれ絶対好きだと思う。めっちゃ美味しいよ。これね、なんかね、お酒のおつまみとかに買っても美味しい。だからこれと一緒にビールとかでもめっちゃ美味しいです。はい、おすすめです。で、次。じゃーん。男梅グミ。これみんな見たことあるかな。これは梅干し味のグミなんですけど、日本って結構グミすごいいろんな種類があって、海外のグミよりも私は日本のグミの方が美味しいと思ってるんですけどどうでしょうか。アメリカでなんか私名前忘れちゃったけど、なんかグミをね食べたことがあって、ハリボーじゃなくて何だったっけ、ちょっと忘れちゃった。そうでもアメリカのグミよりも日本のグミの方が何倍も美味しいと思います。いろんな味があるしね。そうなのでグミが好きな方はぜひちょっと挑戦してほしいんですけど、日本にはいろんな種類のグミがあります。でその中でも私は普段グミ食べる方じゃないんだけど、グミ食べるんだったらこれが一番好きっていう感じで、これはたまに買うかな。なんかあんまり私普段お菓子買わなくって、コンビニでコンビニに行って買うのって私ご飯の方が多いかな。でお菓子あんま買わないんだけど、お菓子買おうってなったとしたらこれをいつも買うかなっていう感じで、今日はこれをチョイスしてきました。はい、梅味のグミで本当に梅の味がします。梅干しが好きな人とかは好きだと思うけど、これ好き嫌い結構分かれると思う。好きな人は好きだし、嫌いな人は嫌いだと思う。これはねすごいねハードな噛み応えって書いてあるけど、ここにハードな噛み応えなんですよ。なので噛み応えがあるっていうのはすごい弾力があって硬くてしっかり噛むことができるのを噛み応えがあるっていうんだけど、このグミはすごく柔らかいグミじゃなくて硬いグミで噛み応えがあるグミです。はい。で私は結構硬いグミが好きなんですよね。柔らかいグミよりも硬いグミの方が好きです。梅干しの味も私にとってめっちゃ美味しいし、食感も硬くてめっちゃ好きです。はい。ぜひ試してほしいです。はい。最後。じゃーん。これはね、ミンティアって言うんですけど、ミントですね。ご飯とか食べた後にお口リフレッシュしたい時とかにこれをよく食べます。これとかは普段カバンの中にいつも入れて持ち歩いてて、外食した時とかその食べ終わった後とかにこのブレスケアみたいな感じでこの子をよく食べます。で私はそんなにミントがきついやつがカラーってなっちゃうからあんまり好きじゃなくてそうで、これぐらいのこのねピーチのやつは全然強いミントじゃなくて本当にピーチの味がするんですよ。ですごい美味しい。めっちゃピーチの匂いする。はい、これめっちゃ好きです。他にもねぶどうとかレモンとかもあるかな。いろんなフレーバーのものがありますし、めっちゃきついミントもあるので、もしミントが好きな人はその強いミントのやつを買ってもらったらと思うんですけど、あまり強いミント好きじゃないよっていう人はこれとかおすすめです。すごい美味しいです。あとはセブンに行ったら私よくアイスコーヒーとかを夏だったら飲んでます。冬だったらホットコーヒーを頼むんですけど、なんかアイスだったらカップに入った氷が売ってあるから、それをレジに持って行って、でそしたらなんかマシーンがあるから、そのマシーンにカップをセットして出来たてのコーヒーが飲めるんだけど、そのコーヒーがね多分150円とかそれぐらいで買えるんですよ。めっちゃ安いけどすごく本格的で美味しいコーヒーが飲めるので、よくそのアイスコーヒーを買ってます。今日はちょっと朝一杯飲んだし、さっきもコーヒーを飲んだので、今日はちょっとカフェインはもうやめとこうと思って買わなかったんだけど、はい、普段はそのアイスコーヒーもよく買ってます。おすすめ。なんかね、出来たてのコーヒーだから、やっぱり缶コーヒーとか買うよりも絶対にそっちをおすすめします。美味しいし。みんなぜひこれらのセブンイレブンの商品たち
試してみてもらって感想を教えてほしいし、みんなのおすすめのセブンイレブンの商品あったら教えてほしいです。コメントでお願いします。はい、じゃあコンビニで私がおすすめの商品はこんな感じで、次は私が日常生活でよく使ってるものを紹介していきたいと思います。はい、じゃじゃん。カバンはこんな感じ。私が普段最近ね愛用してるカバンはこのテディブレイクのカバンです。めっちゃ可愛くない？はい、じゃあ今からちょっとカバンの中に私がいつも持ち歩いてるものを紹介していきます。 What's in my bag ですね。はい、これ普段よくやっぱり使うものたちが入ってるので日本語の勉強にもなると思うんですけど、まず一つ目、じゃじゃーん、財布ですね。財布、私はこの黒い財布をいつも使っています。で、長い財布のことは長財布って言うんだけど、これは長い財布じゃなくてちっちゃい財布ですね。はい、コンパクトなので私はこっちの財布の方が好きです。で、中にはなんかお札が入ってますね。お札さんたちが入ってます。ちなみに日本のお札ね、新しくなったんですよ。去年かな、去年だったっけ、多分去年に新しくなって、私今どっちも持ってるわ。これが古い方の1000円札なんですけど、これがねこれになったの。ちょっと新しくなったの。わかる？違い。じゃじゃーん。これが古い方、こっちが下の方が新しいの。こんな感じでお札変わりました。古い方もまだ使えるんだけど、そうちょっと新しいデザインにお札ね変わってるので、みんなもし日本に来た時にね、あれなんか私が今まで使ってた1000円札と違うかもって気づくかもしれない。どうだろうでもみんなさ、結構海外の人って現金の文化じゃなくてカードだよね。よく多分カード使うよね。そうで、私も全然キャッシュを使うことなくなったなって思うな。現金でお支払いすることほとんどないですね。はい、なのでなんかいつもコンビニとか行く時は絶対にもう携帯だけで出ますね。財布持ち歩かない。普段本当に携帯で PayPay とかクレジットカードとかで払えるから携帯に入れてて、そうだから財布も普段本当にお友達と遊びに行く時とかしか持ち歩かないです。一人でコンビニに行く時とかは持たない。日本ではさ、そんなさ、なんか ID 見せなさいみたいなあんま言われることもないし、前まではコンビニ行った時とかに例えば自分がビールを買おうと思ってでね、財布持たずに携帯だけでビール買いに行って、そしたらその年齢確認できるもの見せてくださいって言われたことあるんですけど、最近はさすがにもう26歳っていうことで確認されることはなくなりました。はいそうでもそういう年齢確認、年確っていうんだけど、年確されることはほとんどないと思うので、日本でよっぽど若い子じゃないと。だから別に財布持ち歩かなくても大丈夫です。はい、みんなが海外の人がね日本に来た時とかはどうなんだろう、聞かれるのかな。コンビニでお酒買う時ってみんな聞かれるの？年確されるんですか？ちょっと気になるので教えてほしいです。はいで免許証とか、クレジットカードが2枚ぐらい入ってるのと、あとマイナンバーカードっていうなんか ID ですね、 ID のカードが入っています。はい、財布はそんな感じかな。あとは私の財布の中にはこんなカードが入ってましたこれね、アメリカに行った時に友達がワンピースのそのカードのなんかパックを買ってカードを集めてて、でなんかこれくれましたはいでそれを私はずっと財布の中に入れてるっていう感じ。他にもなんかいっぱい入ってるわ。あとはね、じゃーん、こんなの入ってましたこれトランプなんですけど、これさ英語ではカードって言うと思うけど、私たち日本語でこれトランプって呼ぶんですね。トランプさんじゃないですよ。大統領のトランプさんじゃなくて、これトランプって呼ぶんですよ。はい、でそれは置いといて、私ラスベガスに行った時にマジックショーを見に行ったんですよ。でそのマジックショーで最後の最後にね、この
トランプブワーって会場にブワーってばらまいてて、そのマジックする人がでこれがひら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 って私の前に落ちてきたので、もうこれを持って帰りました。思い出だなと思って。そう、持って帰ってもいいよって言われたから持って帰ったんだよ、ちゃんと。はい、盗んだわけじゃない。でラスベガスに行ってマジックを見たなっていういい思い出になるなと思って、これをずっと財布の中に入れてるのはい、まあそんな感じかな。私の財布の中身はそういう感じでした。こんな真っ黒の財布です。次、ポーチですね。はい、私のカバンの中から出てきたこんなリップがパンパンに入ったポーチを使ってます。中身はまあこういう、これちょっとアメリカで買ったものですけど、はい、これは韓国のやつ、ロムアンドっていうリップ。こんな感じでたくさんリップが出てきますね。はい、これ4本目5本目、これも韓国のやつで、6本目、これはアメリカで買ったやつ、フェンティビューティーの。はい、まあ、こんな感じでマジで6本ぐらいリップが常に入ってるんですけど、このポーチの中には。あとは目薬、じゃーん。私は本当に目が乾燥しやすいし、コンタクトしてるし、なんかやっぱり毎日パソコンで仕事してるから目が本当にねパサパサするっていうかシパシパしちゃうの。もう目がすごい疲れてドライアイ、乾燥することを目がシパシパするとか言うんだけど、そう目がシパシパしてきた時に私はこの目薬をよく使ってます。目薬をするとか目薬さすって言うんだけど、はい、これ超お気に入りです。このクールなやつ、私クールなやつじゃないと無理です。マイルドな目薬もあるんだけど、そんなんじゃ物足りないから絶対にクールなやつを買います。おすすめです。目薬ね、なんかでもアメリカ人の人たちに目薬貸してあげて使わせてあげたんだけど、なんかもう目が開けられないって言ってみんな使ったらこれ目が絶対開けられないみたいな、痛すぎる、しみるみたいな、強すぎみたいな感じで、みんなあんまり気に入ってなかったかもしれないでもよくねパソコンとか使ってて目が疲れちゃうよっていう人はおすすめです。マジ生き返るよ目が。あとはこういうなんかちっちゃい香水みたいなのも持ち歩いてます。これはシャネルの香水ですね。もうちょっとしかないけど、試供品でもらったやつ。試供品っていうのはサンプルのことなんですけど、はい、シャネルの試供品でもらったサンプルの香水を持ち歩いてます。はい、じゃあ次、じゃーん。これは香港の私の学生さんが、私が香港に遊びに行った時にねこれをプレゼントしてくれました。なんかこれティッシュなんですけど、めっちゃ大きいの。すっごい大きいティッシュで、しかもちょっと分厚くて普通のティッシュよりも thick、 厚いんです。はい、ですごい使いやすくてめっちゃいい。しかもいい匂いがするの。これもうめっちゃいい匂いする。これをありがたく生徒さんからもらって大事に使ってます。ありがとうございます。はい、次、じゃーん。こんな感じのハンカチをいつも持ち歩いてます。トイレ行って手洗った時とかにこうやって普通に拭けるようにハンカチは持ち歩いてますね。外国人の人ってあんまりハンカチ持ち歩かないのかな、それ気になるんだけど、日本では結構ハンカチとティッシュはなんかエチケットみたいな。正直私も持ち歩いてなかったんだけど、20代前半ぐらいまで。けどちょっとさすがにトイレに行ってさ手洗ってハンカチ持ってなくて、なんかパッパみたいな、こんなんでしてたらちょっと女性としてみっともないなと思ってハンカチを持ち歩くようになりました。やっと。これはもう20代後半になってから恥ずかしいことに持ち歩き始めましたね。はい、で次、最後はこのきれいウェットティッシュです。ちょっと濡れたティッシュのことですよね。はい、こんな感じで普通のティッシュじゃなくて、ちょっとアルコールしたいなっていう時とかにこれを使ってます。
はい、 OK。 以上が私のカバンの中身 What's in my bag だったんですけど、どうでしたか？普段からよく使うものが多分たくさん出てきたと思うんですけど、ちょっと男性のカバンの中身とはね、やっぱり女性の中身と男性のカバンの中身は違うかなって思うし、男性だったら多分そもそもカバンなんて持ち歩かないっていう人もいると思うんですけど、財布と携帯だけみたいな、みんな多分結構そうだよね。そうだけど、女性にとってはこんな感じのものを多分普段持ち歩いてると思うので、日本語の勉強になったらいいなって思ってます。はい。で、今回は私がね、その最近愛用しているこちらのカバンについてもちょっとみんなに紹介したいんですけど、実は今回の動画はこのテディブレイクさんとのコラボ動画になっています。本当にありがとうございます。本当にもうこのカバン超大好きです。形もねやっぱり可愛いし、しっかりこのカバンがねちゃんと自立して立つので、これもねすごいいいポイントだし、高級感のあるレザーが使われてるので、これを持ってるだけですごいちょっといい女みたいな感じになれるのが私の推しポイントです。はい。綺麗めなシチュエーションでも、そのデートとかちょっと高級ないいところのディナーに行くとか、そういう時にももちろん使えるし、ちょっと友達に会う時にカジュアルなカフェに行きましょうってなった時とかも全然使えることができて、めっちゃいいし、私はやっぱり普段使いやすい黒をピックしたんですけど、もういろんな種類のカバンもあって超可愛かったです。で、めちゃめちゃいい質とクオリティのカバンなのに、これがねお手頃価格なんですよ。そう、決して安いとは言えないんですけど、でもやっぱり自分が頑張ってお仕事頑張ったら手が届きそうな価格帯に抑えられてるんですね。それもすごくこのテディブレイクのカバンのいいポイントだなって思います。いろんなデザインがあってめちゃめちゃ個性的なデザインもあるし、私は今回すごくシンプルな形をチョイスしたんですけど、普段使いしやすいかなと思ってこの形にしたんですけど、すごい本当に個性があるようなカバンもいっぱいあったし、色もなんか他のブランドでは見たことのないようなパステルカラーのカバンだったり、すっごい可愛いのがいっぱいありました。皆さんもちょっとお仕事頑張って手が届きそうだなっていうぐらいの価格帯で売ってあるので、ぜひぜひチェックしてみてもらえたらなと思います。今回この動画の概要欄にテディブレイクさんについての詳細とオリジナルのクーポンコードを作ってもらいました。で、皆さんも 10% オフで購入することができるので、ぜひぜひチェックをお願いします。本当に今回はテディブレイクさんありがとうございます。はい、じゃあ次はちょっと私のスキンケア、最近もまた質問いただいたので、私が最近お気に入りのスキンケアをみんなに紹介したいと思います。ちょっと待ってね、撮ってきます。はい、ちょっと紹介したいものがたくさんあるので、今日はでも簡単に紹介したいと思います。まず洗顔とクレンジングはこれを使ってます。これはどちらも韓国のブランドのトリデンっていうブランドなんですけど、このメイク落とし、先にクレンジングジェルでメイクを落として、こっちの洗顔フォームで顔を洗う感じです。どっちもすごい肌に優しいものになってるので、なんか可もなく不可もなくっていう感じで、これを使ったおかげでニキビが一気に減りますよとかはないと思うけど、なんか本当に肌に負担がない洗顔とクレンジングっていう感じです。はい、でいつもオイルとかでクレンジングしてる人はやっぱり肌にすごい負担かかってると思うので、一回こういうクレンジングジェルにしてみたらいいかも。で、日本の商品ではないんですけど、日本でもやっぱり韓国のコスメとか韓国のスキンケアってすごく人気でよく売ってるので、みんな多分日本のドンキとかそういうところでもこういうの見つけれると思います。はい、次、化粧水とファンデーションです。化粧水はもうこれ、資生堂の D プログラムっていう商品なんですけど、なんかありがたいことに最近すごい肌が綺麗だねって褒めてもらうことが増えたんですけど、もう絶対的にこの化
化粧水のおかげです。もう私は絶対にもう死ぬまでこの化粧水を使うって決めました。本当にもうこれに出会ってから肌がすっごい綺麗になったので、日本の化粧水とかスキンケアとか使ってみたいなって思ってる方がもしいたら、これ買ってみてください。ドラッグストア、松本清とかそういうところでも買えるし、もうどんなところでも、薬局に行ったら絶対にこれ売ってるので、みんな買ってみてください。これ使ってから私マジでニキビ減った。ほんと肌綺麗になった。で、これがファンデーションですね。でこのファンデーションもすごいカバー力とかはないんですけど、めっちゃ肌がツヤツヤになってグローイーな感じの肌になります。なのでなんかツヤ系のお肌が好きだなっていう方は超おすすめです。これはなんかつけるだけですごいツヤってお肌がなる感じでね、超いいですよ。重たくないの、つけてて。私メイベリンとかロレアルパリとかそういう海外のブランドのファンデーションって使ったことあるんだけど、結構前だけどすごい重たくて、肌がなんかお肌が息できない感じ、ちょっとブワーってなんかついてるっていう感じですごい重たい感じだったんだけど、これはめっちゃ軽いの。つけてても全然なんかストレスがない感じで、本当に一回使ってみてほしいです。最後これじゃーん。なんかこれは下磨き用のジェルなんですけど、みんなさ普通にさ歯磨きするじゃん。これも私超好きなんだけど、でもこれ日本の商品じゃないからなと思ってアメリカで買いました。歯磨きをするじゃん。でその後にベロのこと舌磨きって言って、舌をこうやって磨く時のジェルなんですけど、これ多分日本の商品なので、みんな日本の薬局とかに行った時はぜひ買ってみてほしいんですけど、これはねもうずっと使ってますね。何年だろう、もう3年間ぐらいずっとこの子を愛用してます。はい。しかも200円ぐらいで多分買えるので、薬局で。みんなぜひ気になった人は買ってみてください。はい、じゃあ今回の動画はこんな感じで終わろうと思います。ちょっと駆け足でいろいろ紹介したんですけど、今回の動画はどうでしたか？最後まで見てくれた人はどれぐらいいるんでしょうか？今回の動画はちょっとポッドキャストとかとは違って、私が本当に普段愛用してるものたちを紹介してみたんですけど、みんながね日本に遊びに来た時にぜひ全部Amazon とかでももちろん買えるし、薬局とかに行ったら買える商品がたくさんあるし、セブンイレブンで購入したものとかもあったと思うんですけど、みんながぜひぜひなんか日本に来た時にお試しして買ってみてもらっていいなって思ってくれたら嬉しいです。はい。で少しでも私の愛用してるものたちの良さが今回の動画で伝わったら嬉しいです。はい。じゃあ最後まで見てくれた皆さん本当にありがとうございます。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントを残してくれると嬉しいです。はい、いつも皆さんのコメントに本当に元気をもらってます。で、年内にね、私10万人の目標を掲げていて、ちょっとまだまだ程遠いんですけど、これからもちょっとずつ頑張りたいなって思ってるので、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。